んぐらい乗った？納車して1ヶ月くらいじゃない？ 1ヶ月経った？経ったっ経ってないぐらいか。いや8月の20日。覚えてるの？け記念日覚ねえてる。もうなんかアニバーサリーそうそれはメッセージ DM でも今日は記念すべき日になりそうですって今日間違えてないっすよねとか言って最初入って。これ俺がつらくんに組んで納車して、熱いメッセージなんならもう電話かけてきたからね。帰り道ね。帰り道帰り道ね。いやよかったっすみたいないや納車日ってやっぱ特別じゃない。そうまあまあそうだね。でもみんなはさごく普通っていうかさ毎日がそんなようなもんじゃん。でもめっちゃもうリスペクト。自分にとったらね。そうじゃん。そうだよねまあその思いをちゃんと言葉で伝えてもらうさ機会ってあんまりぶっちゃけないからさ、もちろんそう思ってる人はいっぱいいると思ってるよ。けどやっぱ改めてそうやって伝えてもらったのはすげえ嬉しかった俺。あらやだいや全然ね。いや熱い男だな。めっちゃいや楽しみすぎちゃっいやすげえ嬉しかったし。あの日自走で帰ったっけ？た。もちろんあそうもちろん全然。そうだよもうそしたらなおさらなんか感動がねだって30キロぐらいだよ。であの後だってちゃんとこけたでしょ。いやこけた。こけた俺だってメこけたッセージ来てビビったもん。大丈夫と思って。それこそもう横浜もうすぐ手前歩道側に体重いっちゃってて気づいたらもう縁石でわーってなったけど別にちょっと傷ついたぐらいです。まあ初日傷ついちゃえばもそうだからそう初日に傷つけばもういいか。うそうだよね。まあねデッキもねそういうもんだし新品ってちょっと恥ずかしいでしょ。そうデッキもね変えたてが一番恥ずかしいよね。普段通勤とかもさもうこれになった今までも乗ってたのあるじゃん。乗ってたのオールドマン。オールデン MTV、あれもさちょいちょいカスタムとかしてさそれこそあれで一緒に乗りに行ったりとかさ、そうあれも今でも乗ってる。乗ってるし、やっぱ納車パワーでねこっち乗りがちにはなるけど乗りたくなっちゃうよでそれあっても通勤はこれいやだって前の26でこっち29あそっかこれ通ないのか。そうぶっちゃけ通ないの早い。いやもちろん早いいや早いというよりかは、疲労が少ない。どっちかっていうと通勤どんぐらいなの距離？往復で25キロとか、まあ、結構あるね。往復で往復で往復いや結構あるね。でも結構片道40分とか。結構だけど横浜はマジで坂が多いからまあ言うよね。そうかなそんなイメージあんまいやそれはそういうイメージあるわ。本当っすか？意外とその町のその横浜桜木町関内とか、まあ、元町とか、あそこら辺でこうなんか生活してる感じだったらまあ別にそんなにアップダウンは激しくないんだけど、そっからちょっと行くってなると、ちょっと上りがあったりとかするし、結構ねシングルカルチャーがやっぱ横浜強いんだけど。そういや、みんなピスト乗ってる。なんでそんなピスト乗ってんのって思うぐらい乗ってて、こんなに山ばっかなの。多分その生活の範囲がそんなに広くないから別に間に合っちゃうからなんだろうなとは思うけど。まあこっちで本当都内で街乗り仕様で乗るとかだったら俺らもバンバンシングルをしたりし、むしろそっちの方が早かったりもするからさ、それと同じようなことだ。そうだね。逆にさそのシングルじゃなくてさもうギア付きだったじゃん。今の前も乗ってたさ、いやもともとはピスト乗ってたんだけど、通勤をもともと通勤車でしてたんだけど、チャリにしたいなってなって、でそこでシングルできついなみたいな、なってそう最初オールド MTV 組んで、そこから始まってしまった。まあある意味終わったっていうかまあそうかもしれない、そうとも言えるかもしれないけど、じゃあその自転車に興味持ち出したのは通勤？そう通勤で、そうそれがずっと謎だったんだよね。なんか確かにねずっとそうこのめっちゃ話すようになる前からずっとフォローしてて、ずっとインスタ見てて、急に自転車乗り出したからおいと思って。通勤で乗り出して26インチのバイクを最初はドロップで組んだんだけど、なんか違うのかもしれないってなって、なんかポジションとかなんかそういうのあんまりもう最初は分かんないし、そりゃそうだ。でそういろいろディグってってここにもたどり着いたしそういろいろラグにもたどり着いたし、スケーター周りでもさ、
スケートだけじゃなくてさ、自転車乗ってる人も最近めちゃめちゃ多いじゃん。多い。それきっかけなんかなと思ったの。ああ、いやそれは周りに全然も乗ってる人が多くて、まあそれこそアンダーザさんの人とかさ、いやもともとそのチャリをその26インチを組んでくれたの人も昔からスケーターのその先輩で、そうでそっからあれなんかみんなチャリ乗ってるなみたいな、そのでも割とみんなシングルでもまだだし、やっぱオールドマウンテンとかみんな乗ってるけど、移動用、なんかライドまではいかない。そうだからなんか確かにそうだね。確かにそうまあ間違ってないし別にまあ使い方はねそれぞれだけど、そういういいものだったり遊べる道具を持ってる人にはマジで一回行こうみたいなね、マジで一回行こうみたいな。分かんないよねやっぱ行くまで全然。そういや車出すんで一回行ってみればいいじゃん。合わなかったら合わないでもいいし、そう確かにきっかけの一つではあるけど、それが決定的っていうよりかは、自分のライフスタイルの中に自転車を取り入れようとして、まあそれがメインで、そこからどんどんそうどんどんなんかそれこそ通勤で始めようと思ったらオールド MTB 組んでそれで乗りに行ってしまって、こういうバイクがあるんだっていうのを知ってしまっていろいろ掘ってったら、こういう世界を知ってしまったんだね。そうなんですよね。なんかそうでそのタイミングでそれこそそのやっぱカリフォルニアのスケーターだったり、まあイーストコーストのスケーターも、なんならその北欧だったり、世界中のスケーターが、うわめっちゃ乗ってるとかなって俺もその熱に乗っかった中の一人だから、俺もそうマジでそう。なんかもう2020年ぐらいからもうみんな一気にスケーターが乗り出して「何これ何これ」みたいな。そうだね。まあでもまだ移動用で、結構ライドっていうライドに行ってる人はまあちょこちょこはいるけど、まあみんな行ったらいいよやっぱり山行った方がいい。山行ったらいい。そんな太いタイヤ空いてんだったら山行ってみたらいいじゃんみたいな。そうだね。でそれこそさスケートする時もさ、今はデッキ乗ってるけどさ、もうこのスタイル、通勤もほぼこのスタイル。そう通勤もゼイゲスト乗っけて、そうゼイゲストがやっぱ一番ちょうど良かった、自分のいつもの、なんかそう作業着とお弁当と着替え入れて、じゃあスケートしに遊びに行くぞっつったら今みたいなスタイルだ。そうこの挟み込むスタイル。挟み込むスタイル。いやこれめっちゃかっこいい。俺もカーネルと一緒で初めて買い物したのはスケートラックなんですよ。俺ね、ここであ、こっち上馬だ。そうダンカンさんにレジしやって。俺めっちゃ覚えてるけどカーネルつけたの俺なんだよ。そうなんですよ。幡ヶ谷で。そうなんです。めっちゃ覚えてる。そうなんですよ。カゴもつけてもらったし。そう。超懐かしい。懐かしいな。あ、そうなんだ。でもあれやっぱ欲しくなるよね。欲しくなってそうつけて、実質多分スケートを運ぶのに一番適してるものなんだけども、こう自転車にはまっていろんなものを見ていく中で、あと乗ったり映像とか見ていく中でリアに何もつけたくないっていうそれはね本当にわかる。もうめちゃくちゃわかる。なった結果このスタイル、今はそうやっぱフロントラックにドンがね。そうでもフロントラックもそんなになんか横なんだろうめちゃ大きいフロントラックじゃないから、そこもすごい気に入ってて、そうね。キャンプツーリングとかでも入んなかった荷物乗っけられるしみたいな。てかそんなバッグ持ってたっけ？これですか？これ持ってたっけ？いやこれだよ。それはパッチを張り替えました。あ、張り替え。ああ、そういうことか。レジしてもらった。いやレジはそう。いやしたの覚えてるけど、あれこれパッチなんかそう変えた。なんかね、そう気分的に。あ、そっかそう。そもそもさ、その世良君がさ、シンギュラーっていうねバイクブランドをさ知ったきっかけみたいなのあんの？もともとはやっぱそのいろいろ掘って最初はそれこそアンダーザさん谷田君がリベンデル乗ってたりとか、まあスケーターがリベンデルだったり、あとはカリフォルニアでルイロペがクラスター乗ってたり、やっぱ
それに付随していいなみたいな、うん、そっち方面で探していったっていうか、その、まあ、憧れを抱いていて、で、まあ、最初はそのエバージョンだったり、まあ、あとはブラックマウンテンの中身あ、そうだったんだとか、こうドロップハンドルでこう太いタイヤ履いて、こう割とダートをこうなんだろう遊んでる人らを見て、めっちゃかっけえじゃんみたいな。あ、それこそあれ、そのクラストのガレットさん、あそう、あの人の乗り方がやばみたいな、超かっこいいよね。なってその影響を見てすごいいいなって思ってて、でちょうど友達がエバージョンをゲットしやがって乗ってきたね。そうそう、はいはいはいみたいなうわいいなみたいな、いいなと同時に、いやなんか同じの乗るのあんまりなみたいな、っていう気持ちわかんない、なんかまあみんなそうあるかもしれない、なんかちょっとかぶりたくないとか、スタッフ内でもあ先に怖いね、めちゃめちゃある、めちゃめちゃある。そう結局なんか俺の中のその欲しいバイクのキーワードっていうのがドロップハンドルでアヘッド、アヘッド、前のがスレッドのアヘッドでディスクで太いタイヤ、そうで太いタイヤ、もうほんとマウンテンバイクの規格のタイヤが入るのがそうキーワードであって、でそうなってくると結構この限られてくるんですよ、その中にもなんとなくそのこいつもなんかそれを条件を満たしてた、満たしてて、そうで、そう幡ヶ谷で展示車があって、あるね、そうそう、でそれ一回乗らせてもらった時に、すごい軽くていい、見た目の割に、割となんかそのラカブラを乗らせてもらった時に割となんかちょっとごついなって、そのフォークが何このフォークじゃんあれね、このフォークじゃん、はいはいはい、そうそう、いやあれ憧れあったんだけど、そうでもなんかこれはすごい割とスマートで、なんだけどしっかり走ってくれて、でその乗った時の感触が良かったんだ。そうそう、めっちゃ良かった、そうめっめちゃ良かった。そうシングルだったけど、そうシングルでだからまた軽いなと思ったんだろうけど、でもまあギアついても全然でシンギュラーのグリフォンをこう狙いに行ったっていうよりかは、自分がそのさっき言ったマウンテンドロップハンドルで太いタイヤがついて、でいろいろなその世良君が選ぶ中で重要視してた要素をちゃんと満たしてくれてる中の一つで、そうなんかそれ乗ってみたらめっちゃいいじゃん、シンギュラーのこのグリフォン。そうってなってシンギュラーを知ったのか。そうで見ていくと、そのマウンテンドロップやりだしたのは俺らが最初、そうそうなんだよね、言っちゃってるよね、めっちゃ言ってるもんね。そうでもマジでそう、でもすごいなんかその言い切っちゃってるのもすごい潔いし、その気持ちすごいわかるし、そのなんか自分らがムーブメントじゃなくてもなんかやってたのを、いや俺ら一番最初やったなみたいな、とかやっぱそれディスクブレーキが良かったのはさ、今乗ってるさそのオールド MTB がリムブレーキだったからとか。そうやっぱでそれでやっぱ乗りに行った時に、もうちょっとやっぱ止まる力強い方がいいわ。いや別にそこまで思ってないんだけど、実際はただそのないものが欲しいわけじゃん。まあそうだよね。そのあるものをまた確かに増やしてもっていう、だから割と全部が逆のものが欲しかったんだよね。ああなるほどね。そう26インチ29インチ、確かに真逆かもしれない。フラットバーとドロップハンドル、そういうことか。今まで乗ってたバイクにないものを、できないことを次やろうって思って探してたのがこいつだ。そうだ。シンギュラー UK ブランドって知ってる？もちろんで、まあ、それも1個選ぶ基準としてあって、結構みんなブルーラグの店はやっぱアメリカの、ドアメリカめちゃくちゃドアメリカのものがいっぱいあるんだけど、その中で唯一 UK、ユナイテッドキングダム、なんでなのって思うかもしれないけど、イギリスその UK の俺はスケートカルチャーがめっちゃ好きで、人だったり映像だったり、そうでそこもなんかすごい俺の中では
別にアメリカにこだわってないところっていうか、うん自分のそのスケートのそのするなんだろうスポットチョイスだったりとかもやっぱヨーロッパ寄りの方がやっぱ影響されるし、そこもなんか何も抵抗なく別に選べたところではあるかも。そうそう意外とそうなんかいいな、かっこいいな。いやかっこいいよね。いや UK かっこいい。分かりやすく言うと UK はアトランティックドリフトあそうわかりやすい。で US のクラストはじゃあファッキングオーサムとか、まあでもそうだね。そうまあルールも確かにねそうだし、もうだから全然ねそうねテイスト違うっていうのがねそうカーネルは分かると思う。わかる。めっちゃわかる。いやめっちゃなんかすごいねすっげえわかる。まあこれは後でこれはまあ別に後でもいい。俺はねかなりなるほどなみたいな。そっか UK の方がじゃあ結構まあもちろんアメリカも全まあ然そうね好きだし好きだけど UK の方がなんか見ててやっぱかっこよかった、うんかっこいいなとか、街並みだったりとか、確かにね。そう一生曇りなんじゃないかってそうだよね。天気がいい映像日がいいんじゃないかって暗いよね。そうどことかも割と好き確かにそう全然雰囲気確かにねカリフォルニアとか全然違うし、ね、ニューヨークともまた違うし違うね結構ちょっとこう綺麗だよねヨーロッパのスケーターはそのアメリカの人が汚いとかじゃないけどなんかちょっとこう比較するとなんか綺麗めなね。そうだね綺麗っていうかなんかおしゃれなおしゃれそうそうそうトリックだったり、やっぱあるそそういうのもあるんか。の、なんかねまあ後から後付けでもいいかもしれないけどでも多分そうそんなこんなでなんかさ全員が全員さそういう制約みたいなストーリーがあってさバックボーンがあって、こういうブランドを選んだっていう人はもう正直少ないと思う。でもなんだろうどれか一つでもちっちゃなきっかけになれば、なんかそのブランドを掘るなんだろうな理由になるというかさそれでどんどんのめり込んでいけるからさ、多分瀬名君はその自分と共通する部分であったりとかシンパシー感じる部分であったりとか、そういうのがたまたまこのシンギュラーに多く含まれてた感じするね。そうなんか結局ブランドを買うんじゃなくて、道具として自転車を買うっていうまあごく普通の行為、でそれでなんとなくハマったシンギュラー、シンギュラーをめちゃくちゃ愛してますみたいなそういう人たちにはなんかすごいはあとかも思われるかもしれないけど、別に乗ってみてそれが俺の道具として足になって遊び道具になってそこはなんか選んでよかったなっていう、それ素敵だと思う。俺だすそうまあ結局乗るの自分だし、そうだね。そう別に乗せられてないしみたいな、そう大事だよね。そうなんか人に選んでもらったものとかさ、そういうもんじゃなくて自分が欲しいからこういう理由だからって言って買ったものにはやっぱ説得力が現れるよね。用途としてやっぱ必要だったのかもしれない。なんかすごいかっこいいね。なんかこういう話をさちゃんと真面目にこう話した確かに初めてだからさ、まあ確かにいろいろ聞けてよかった。いいね。ここから旅が始まります。ここからスタートだね。始まっちゃう。マジで乗りに行きたいわ。行きましょう。ぜひもう俺まだ次は車乗りに行ったことない。そうもうだって乗ったでしょ。もういける。もうこの間で分かった。いける？いやこれはまあちょっとまあでもなんかね今後いっぱい乗って今後どう変身してそうだね。それも楽しみだわ。なんだろう最初からスーパーバイクには仕上がってないっていうか、カスタムシロを残しつついいそのいやもうポケモンみたいないきなり100レベルのやつねそうだよね。いきなりさ100レベルのやつさ言うこと聞いてくんないじゃん。そうだね。しかもね無双ポケモンね世代最初からだからね。そう自分攻撃しちゃったりするじゃんじゃなくてその時一緒に育っていくのが大事だからね。一緒に成長してスタイルに合わせて変わっていくのが。じゃあそんな感じではいバイクピープル今日のゲストはセラ君でした。セラです。どこ見ておっしゃるって意味かわかんないけどありがとうございました。ありがとうございます。